お元気ですか？梅津さんがあるです。今日はですね、また私ものすごい鉄人とですね知り合ってしまったので、皆さんにお伝えしたいと思うんですけども、いらしていただきました鈴木恵理子先生です。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。先生、本日は来ていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。今日はですね、この鈴木恵理子先生、エリ先生とね呼んでいいということなんで、厚かましくも呼ばせていただきますが、先生はあれなんですよね、小学校の先生なんですよね。はい、小学校の教師をしてました。20年間。はい、20年。でも今はもうバッサリ辞めた。はい、辞めました。タイトルにもあるように、エリー先生は人生が変わる教育、これに踏み出すために、これを行っているために、今までの手法である教育、20年間勤めたことをバサッとやめるに至ったわけなんですよね、先生。まあ、そうですね。はい。これ人生が変わる教育ってね、何か。それはその生徒、つまり子供たちがですね、自分の人生、その生徒の子供たちの人生がガラッと大転換して自分で切り開いて進んでいくっていうことを身につけてしまう教育なんですよ。それをですね、この間もう涙ながらにしてはね、涙なくして読めなかった先生の生徒さんの卒業文集、ありがとうございます。これをですね、ちょっと皆さんにもちょっと先にシェアしたいと思いますのでですね、ちょっと私読みますので聞いてください。6年間のすべて、僕は一人の小学生としてこの6年間を通して大きく成長できました。人を思いやる気持ち、友達との接し方、そして自分の意見をしっかりと言うこと、すべての面で成長できたと思います。1年生の頃は人の気持ちを考えずにいっぱい喧嘩をしている自分でした。でも4、5年生に上がると先生も変わり、鈴木先生になったおかげか自分で変わろうとも思ったし、本当の自分が出てきた気がしました。思いやりの気持ちだけでなく、自分の意見をはっきりクラスのみんなの前で言うこともできるようになりました。この成長のほとんどは鈴木先生のおかげだと僕は思います。また学年が上がるにつれて友達も増え、いろいろな人との交流が増えていきました。友達とのぶつかり合いも多く、時にはお互い口を聞かなくなるということも起こりました。でもそんなことがあったから今の友達として深い関係につながっていると思います。この小学校生活、何よりも自分が楽しむことができました。たくさんの友達と関わり、たくさんの先生と関わってきて、自分では気づいていなかった本当の自分の姿が出てきました。この姿を生かし、中学校でも大きく成長していきたいです。で、この最後の一文、自分では気づいていなかった本当の自分の姿が出てきました。この姿を生かし、中学校でも大きく成長していきたいです。こんなこと言う小学生作っている先生、それどういうところに着目してる？どういうところ？なんかこう子供ってもう本当に自分がこうなんていうのかな、素敵な部分をどの子も持っているっていうところで、まず子供たちと一緒にこう1年間過ごしていきます。で、最初はこう特に彼なんかはすごいこう持ってるものがあるんだけれども出せないし、こう出したらダメだって思ってるのを
なんかもうそうじゃない、やれるやれるやれるっていうのを私がこうずっと言い続けて、でまあ出せるようになった、まあ、彼ちょっと鈴木先生のおかげですって書いてくれてるけど、でも本当は本人が持ってたものだし、その子がこう出そうって決めたのも彼自身のこうことだし、でまあでも出すことによって自分本来のその本当の自分っていうのを出すことによって、あ、いいんだ大丈夫なんだって分かって、またどんどん出せるようになってくるっていうのが、まあどの子にもそれが起きてくるんですけど、まあ最初は本当にそれをこちらが信じてあげて、大丈夫だから行けっていうことをこう言ってあげてっていうのを、まあ、1年を通してずっとやってたなっていうのが、ここに現れてるかなと思うんですけど。先生はクラス全員の生徒に対してそうであり、なおかつこの間お話を伺った時に生徒の全員とパイプでつながるって、お話されてましたけど、パイプでつながるってどんな感覚のことなんですか？なんかそれは本当見えないものだし、こう教室の中の子どもと私とのこうやり取りの中から生まれてくるものなんですけど、なんか子どもが今どういう状態にあるかとか、何を考えてるのかとかこうっていうのをこう感じ取ってるから、先生はだからみんなもこう感じ取られてると思ってこう走ってほしいし、その私とだけじゃなくて子どもたち同士でももちろんそれ友達ともできるし、なんかそういう感じで、そういうイメージでこういつもこう参加する、自分たちがこう動くんだ、自分たちで作るんだっていうのをこう自分たちから出さないとダメだし、そうじゃないと動かないみたいなことをこう日々こうずっとやっていくっていう感じです。でやっていく中で少しずつこうつながることができてきて、でなんか今どんな状態にあるのかな、こういうこと言いたいのかなっていうことでこう私がそこにサポートするみたいな、そんなイメージでこうクラスの中にだんだんこう一つのこうなんていうのかな、子どもたちのその授業中だったらその考えているこの思考のこう流れみたいなのが一個出来上がってきて、そこにみんながそこに向かって参加していくみたいな感じです。でそれをこうどういう流れにしようかなっていうのを私がそこに向けてアプローチするみたいな、なんか伝わるかな、そんな感じです。生徒の一人一人のことをね、ただ思うという先生だっていう認識じゃね、もう全然ないんですよ。ですからその過去の、特にね私なんかもそうだし皆さんもそうかもしれない、こうなんか優しいとても生徒思いの先生とかいうそんなカテゴリーじゃねないんです、エリス先生ね。それでこの卒業文集の中にですね、驚いちゃうのがですね、私ちょっとねモンテッソーリ教育かじってるわけなんですけども、モンテッソーリ教育の中でも人間が、その子供がですねきちんと成長すると思いやりが自発的に起こるような段階になるっていうふうにね書いてる。いやそんなんあんかなと思ってたんですけどね、それが体現されてる子がいるんですよね。この誰かのためにねなるような人間になっていこう、そういうふうな段階になっていくところまで先生は引き上げていくわけなんですよね。その辺どうですか？思いやりはすごいそういう教室になっていってほしい、そういう一人一人になってほしいっていう願いだけは持ってます、教室の子どもたち一人一人に対して。でそれもそうしていくうちに、なんだろう、彼らのその自発的なその彼らが持ってるものから出てくるようになってくる。これわかんない、なんて表現していいか。でもそうなるんだ、で彼らの中にそういう目があるんだっていうのは信じてあげて、でそこになんていうのかな、そこに向かって喋ってる感じです。だからさっきのパイプはなんかまだ彼らも分かってないし、私もこれだよとは言葉でこうはっきりその子に向かって言えないものなんだけど、でも絶対あるよっていうのを、だからそれがパイプかなと思うんですけど、さっきのそうだから思いやりも自発的に出てきます、伝わっていけば。なるほど。でもそれ本当にそれこそ彼女の中にあるものだから、私がこの子をこうしたいとかこの子たちをこうしたいだけでは現れてこないですよね。能動的だってことですね。そうですね、能動的ですね。これ一つ大事なキーワードなんですよね。こんなですね大鉄人のですねエリー先生、実はですねストリートアカデミーというですね講座もやっておられます。ですのでですね、これ概要欄ね貼っておきますんでご覧になっていただきたいと思いますし、今後はですね私ねもう本当
エリ先生ね、もう凄さをどんどん皆さんに紹介して、この世界がね、良くなっていく。どんどんね、さっき言った能動的にみんながなっていく。そんな風にね、活動していきたいと思ってますので、今日もですね、服もちょっとかぶせてね、スタートしてみたんですけどね。先生で、今日ね、簡単なちょっとプロフィールの紹介になってしまいましたけども、今後もね、先生ぜひお付き合いいただければと思いますので、嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そんな感じで、今後も楽しんでいきたいと思います。